トイボールファクトリーです。今回は HG これなんて読むの？ということで今回は HG 鉄血のオルフェンズウルズハントガンダムハジロボシをテカテカにしていきます。タンパク質じゃないんですね。ネット通販で予約して購入したのですが、発売日後も店頭でよく見かけたので、入手性はいいようですね。では早速買っていきましょう。ウルズハントはスマホ用のゲームアプリとして2019年の1月に制作発表が行われたのですが、2020年9月現在まだアプリのリリースに至っておらず、このハジロボシがどういう活躍をするのかまだもよくわからないままガンプラだけが先に出てしまっているという状況ですね。設定によるとハジロボシというのは古い言葉で金星を意味する言葉のようで、ウルズハントも金星を舞台にしたゲームとなるようです。ということですぐみが終わりました。西洋の騎士の甲冑のようなかっこよさがありますね。オルフェンズでは HG でもガンダムフレームを再現しているので、マスターグレードのような組み上げ感がありますね。この請求色が1個前に出ているマルコシアスと同様らしく、設定的なつながりがありそうです。ファイル版かっこいいですね。可動範囲も広くポージングが決まります。ちょっとポラリスやすいかな。では分解して塗装を行っていきます。あいつ金星から来たらしいよ。へえ。あとはめ加工を行っていきます。腰についているスラスタープの翼ですね。ここは分解して塗装できるようにしていった方が良さそうなので、あとはめ加工を行っています。この部分を切って、これであとはめ加工完成ですね。バッチリ。腰へのジョイントパーツもあとはめ加工を行っていきます。ここのピンが邪魔なので切っていきます。あれ入らない。ここに出っ張りがあるようで入らないですね。あれではここも切り飛ばします。いいや、これで入りましたね。バッチリです。合わせ目を処理していきます。今回のハジロボシはスラスター、肩、ショートレンジライフルなどの合わせ目が目立つ感じだったので、ここを流し込み接着剤で接着しました。肩のこのなんだろう、これも後はめが必要なのでピンを切り飛ばしました。これで差し込んでみると、あれちょっとゆるゆるですね。ピンを切りすぎてしまったようです。仕方がないので組み立てる時に接着剤で固定しようと思います。表面処理を行っていきます。ファンテックの超高スクレーパーで合わせ目を削り取っていきます。ムニューの部分を削り取る感じですね。このムニューがまんべんなく出ていれば合わせ目がちゃんと消えているということになると思います。だいたい取れたかな？ヤスリをかけて表面を整えていきます。筋彫り銅のマジックヤスリを使って表面処理をしていきます。このマジックヤスリ、接着力が高く、無駄な傷も出にくくて交換までしやすいという超便利な道具です。ただちょっと入手性が悪いかな。なかなか手に入りづらいのがたまに傷ですね。使っているツール類のリストを動画の最後または概要欄に載せてあるので、気になる方は見てみてください。こんなん買ってみました。ガイアノーツの瞬間カラーパテです。ハジロボシは肉抜き穴が結構多くて、これを手軽に埋められないかなと思ってこの瞬間接着剤のパテを購入してみました。こうやって肉抜き穴にパテを流し込んで硬化促進剤を吹きかけると一瞬で硬化してすぐに次の作業に移れるという作業性の高さを求めてこれにしてみたんですが、なぜマスキングテープをパーツに巻いてあるかというと、この硬化促進剤を吹きかけると若干プラパーツが溶けてしまったんですね。それを予防するためにマスキングテープで保護しているという感じです。もうカチカチですね。早い。マスキングテープを剥がして下村アレックのスリスリバーで盛り上がったパテを整えていきます。この瞬間カラーパテはヤスリやナイフでサクサク削れると謳っていたんですが、ちょっと硬いかなという感じがしますね。ベビーパウダーを混ぜるともっと削りやすくなるというテクニックもあるようなので、いずれ試してみたいと思います。
アンテナのシャープ化を行っていきます。前回の悪夢がよぎるので、今回は安全フラッグのカットとヤスリがけだけでシャープ化をやっていきます。尖っているパーツの先端に刺さらないように安全のために余分な出っ張りがついています。これをニッパーでカットして下村アレックのぐるぐるバーで表面を整えていきます。このぐるぐるバー、ふざけた名前なんですが、金属ヤスリでは珍しくヤスる方向が決まっておらず、前後に動かしてもぐるぐる回しても大丈夫な金属ヤスリです。またステンレス製なので水溶きも可能で、ヤスリカスがまったりしなくて、お気に入りになってきています。シャープ化が済んだのでマジックヤスリで表面を整えます。他のパーツと同様に400番から1000番までヤスリをかけました。はい、これで完成ですね。表面処理が終わったので塗装を始めていきましょう。すっごいパーツ。塗装中はこのボードックマスクをつけていきます。長生きしたいですからね。下地としてサーフェイサーエボブラックを塗装していきます。このサーフェイサーで細かい傷を埋め表面を滑らかにします。しかしこのサフ拭きという作業、徹底的にヤスリかけをするか、それとも全くヤスリをかけずにパーツに傷をつけない状態だったら不要な工程なのかという気がしています。一度試してみたいですね。艶消しだったらいけそうな気がします。やる？艶消し塗装。EX ブラックで艶を出していきます。サーフェイサーを拭いた後に EX ブラックを厚めに塗ることで、サーフェイサーで艶消し状態になってしまった塗膜を滑らかにしていきます。乾燥を挟んで2回塗装しています。各回でも垂れないギリギリを狙ってたっぷり塗装しています。ツヤツヤになりましたね。EX ブラックを塗った後に確認してみると引けが見つかりました。反射が波打ってるのがわかるでしょうか。結構派手に引けてますね。タミヤの3000番のスポンジヤスリで表面を整えていきます。水をつけてヤスリカスが飛ばないようにしています。これも健康のためですね。あまり力をかけないようにしてヤスリをかけています。これでだいたい滑らかになったと思います。すべてのパーツにサーフェイサーと EX ブラックで下地を作りました。フレームにガンメタルを塗装していきます。鉄血のオルフェンズのフレームはテセッという感じがするのでガンメタルにしてみました。メタルカラーアイアンはどちらかというと合金というかちょっと高度な科学的なイメージがあるので、今回はガンメタルが合っているかなと思います。変更塗料のプリズムパープルグリーンを黒系の装甲パーツに塗装していきます。プリズムパープルグリーンはその名の通りパープルとグリーンに色が変わって見える特殊な塗料です。ミステリアスな雰囲気と恥白星の紫っぽいイメージに合っているかなと選んでみました。この塗料、ただ拭いただけでは効果が分かりづらいのですが、光沢クリアでコートするとその実力が発揮されます。めっちゃ紫感が出ましたね。かっこいい。スターブライトゴールドを金色パーツに塗装していきます。恥白星の特徴的なアンテナはその名の通り金星を表現しているかのようなデザインでかっちょいいですね。スターブライトゴールドでその輝きが表現できたらいいなと思います。いい感じ。マスキングゾルでアンテナの左右の先っちょ以外をマスキングしました。この左右の先端部分をキャンディーレッドに塗装していきます。まずは EX ブラックで下地を作り、スターブライトシルバーを塗装してからクリアレッドを塗装していきます。ここを失敗するとなかなかの大ダメージなので慎重にエアーツを絞り、塗料の突出量も少なめにして少しずつ塗装しています。おっかなびっくりですね。これで1回目の塗装が終了して2回目3回目と重ねていきます。本体の装甲も同様に EX ブラックを塗装した上にスターブライトシルバーを塗装してキャンディーレッドの下地を作っていきます。と毛が入りましたね。つかめない、つかめない、つかめない、つかんだ。取れました。キャッチーですね。クリアレッドを塗装していきます。先ほどと同様にエアーツを 0.07 メガヘクトパスカル、塗料の突出量をかなり絞ってゆっくり塗装しています。だいたい塗れたかな。顔のパーツを塗装しています。
設定ではこの頬と顎の部分は黒なんですが、赤の方が似合いそうだったのでキャンディーレッドにしてみました。下地にスターブライトシルバーを拭いて目の部分をマスキングして塗装しました。その後マスキングを逆にして目部分にクリアグリーンを塗装しました。順調な塗装工程に突如現れた謎の GX メタルレッドということで、クリアレッドの塗装でたまりを作ってしまいました。分かりづらいんですが、これを GX メタルレッドで塗ってリカバリーできないか試してみました。どうかな？マジか。スターブライトシルバーにクリアレッド2回重ねたものと見分けがつきません。てか、塗った本人もどっちがどっちなのかは分かりません。最終的な色としては薄いので、もう一度クリアレッドを重ねていきます。しかしこの方法、かなりの時短ができるんじゃないでしょうか。今度本格的に試してみたいですね。いい色。ここも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 ハズロボシは細かい色分けはシールで行うため、塗装派としてはちょっとめんどくさいですね。なのでシールをマスキングテープとして代用してみます。腰の前だれをマスキングしていきます。こういった細かい部分のマスキングって正確にテープを切り出したりするのがそもそも難しいですし、マスキングテープを重ねた隙間から塗料が染み込んでしまったりしがちで難易度高いですよね。シールを使ってマスキングした縦のクリアレッドがはみ出ている部分を EX ブラックを塗って下地を作り直していきます。さらにスターブライトシルバーを重ねていきます。これでクリアレッドを塗装する前に戻りましたね。本体の装甲にもプリズムパープルグリーンを塗装していきます。このプリズムパープルグリーンは下地が黒だと効果がはっきり分かりやすいのですが、明るい色だと分かりづらいです。今回はこの控えめな効果がちょうどいいなと思って塗装してみました。普段は銀色にしか見えないのに、ふとした時に紫の雰囲気が顔を出すというのがミステリアスな感じがしていいかなと思っています。分かりづらい。それではデカールを貼っていきましょう。その前に全体の様子が分かるようにある程度組んでみます。で、あれ？入らない。またやってしまいました。入らないですね、これは。翼の根元部分が引っかかっているようなので削っていきます。まあ失敗してもリカバリーすればいいだけなのでお気楽ですね。はい、これで一通り切り寄って、はい、バッチリはまりました。問題ないですね。ピカピカのカバーをつけて、こちらの接合部はチェックしていたので問題ないですね。はい、これでバッチリです。マスキングテープの代わりに貼ったシールを剥がしていきます。接着剤が結構強力ですね。接着剤が本体に残ってしまうと汚くなってしまうので、残さないように慎重に剥がしていきます。綺麗に剥がれました。ガンダムデカールが再販されましたね。15枚ほど購入してきました。これで1年ぐらい持ってくれるといいんですが、足りるかな。それでは今度こそデカールを貼っていきましょう。切り出したデカールを貼る場所に置いてみて、ちゃんと貼れそうか確認してみます。切り出したデカールを水を含ませたスポンジの上に置いて糊を溶かしておきます。今までは水につけたデカールをティッシュの上に置いて糊が溶けるのを待っていたんですが、待ち時間が多くデカールを貼る作業に時間がとてもかかっていました。デカールをスポンジに乗せる方法だと、デカールの台紙の方にスポンジから水が供給されることで糊が溶けやすく、また長時間置いていても過剰に水に糊が溶けて流れてしまうこともなく、ちょうどいい塩梅でした。複数枚を順番に切り出してスポンジの上に置いておけば、次のデカールを準備している間に最初のデカールの糊が溶けてすぐに作業に入れて、作業時間の短縮ができました。この方法はかなり良かったです。全くと言っていいほど待ち時間がなかったので、楽しいデカール作業がより楽しくなったのではないかなと思います。 EX クリアを塗装していきます。デカールと本体の光沢の差を埋めるクリアコートになります。最初のクリア塗装はデカールが溶けないように若干薄く塗装しています。
連続して塗装しているように見えますが、表を塗ったら裏、左右、上下と順繰りに塗装して、若干ですが時間を空けて塗装するとたまりができにくくなります。ピカピカになりましたね。あれ、この映像さっきも見たような。クリアコートをしたんですが、デカールと本体の段差がどうしても気になってしまいました。仕方がないので、3000番のスポンジヤスリで軽くですがヤスリをかけて段差を緩和していきます。ヤスリをかけすぎて塗膜を削ってしまうと元も子もないので、注意しながら段差部分を中心にヤスリをかけます。全体がなし地になったら OK かなと思います。これくらいですかね。タミヤのクリーニングブラシでホコリと静電気を除去してクリアコート開始です。編集の都合でカットしていますが、ヤスリをかけた後は必ず水洗いをしています。ヤスリかすだけでなく手の油もついてますからね。塗装の大敵です。何度もたっぷり塗装して光沢を出していきます。この時は 0.1 メガヘクトパスカルぐらいのエアーズで塗装していたと思います。こってりですね。ピカピカです。墨入れを行っていきます。普段のキャンディー塗装だと奥まった部分は暗くなることが多いので、あまり墨入れしなくてもいいかなと思っていたんですが、スターブライトシルバーを基調にしたせいか全体的に明るくなってしまったので、奥まった部分なども墨入れを行いました。墨入れはこのちょんちょんと筆を置くと塗料が広がっていくのが楽しいですよね。シタデルカラーのリトリビューターアーマーで部分塗装していきます。シタデルカラーは筆で塗ってもムラになりにくく、使い勝手がいいので時々使っています。金属色なども豊富にあるので積極的に使っていきたいですね。乾燥前だとこうやって水で拭き取ることも可能なので便利です。それでは組み立てていきましょう。YouTube に動画をアップするようになってから HG しか作ってなかったんですが、久しぶりにフレームから作るキットで懐かしい感覚さえありますね。こんなにめんどくさかったっけという感じです。フレームから組み上げるので、こういう組み上げの動画も作れますね。これでほぼスラスターが重いのでどうしても不安定になってしまいますね。これでよしと頭をつけて、これでガンダムはじろ星完成です。かっこいい。渋い光沢に仕上がりました。ということで HG 鉄血のオルフェンズウルズハントガンダムはじろ星の甲冑風塗装でした。スターブライトシルバーを基調にプリズムパープルグリーンで若干の紫感を足すことで、はじろ星の持つ騎士のような佇まいにミステリアスな雰囲気を足すことができたのではないかと思います。金星を模したかのようなアンテナ、パイルバンカーを内蔵した盾、自由に稼働する大型スラスターなど、細身の体に際立つデザインがいくつもあり、重厚さとスマートさが共存する秀逸なデザインが感じられます。スマホゲームのサービスがいつ開始されるかわからないという不遇な状況ではありますが、機体単体を見ただけでも屈指のデザイン性の高さを誇り、お気に入りの一台になったと思います。ゲームのサービスが開始されればもっと人気が出て、バリエーション機体や設定が開示されていくのではないでしょうか。これからゲームの開発が進むといいですね。ということで HG 鉄血のオルフェンズウルズハントガンダムはじろ星の甲冑風塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。